キネマ51、オーナーの津田です。支配人の関根でございます。夜はバープラスチックモデルというお店をやっております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。どうもはい。いやいやいいや、もう出ちゃってますけど。ああ、もう出ちゃってますね。ちょっと先に僕ちょっとお詫びしなきゃいけないことがありまして、今日実は、昨日食べた魚の骨が喉にちょっと引っかかって、ちょっと声の調子が良くないんですよ。それは良くないです。まだ引っかかってます。まだ引っかかってます。今もちょっと喋るとチクチクって痛いのそれ痛くないんですけど、病院行った方がいいですよそれで。いや違和感があるだけなんで痛くはないんですけどね。まあほっとけば多分取れるんじゃないですか。ちなみに何の魚食べたんですか？うなぎです。うなぎ。じゃあいいですよ。というわけでですね、まあ今日のはい、もちろん我らがスーパーマン。はい。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・アベンジャーズシリーズのジェームス・ガン監督が送る DC ユニバースの新たな幕開けを告げる完全なる新作。現代に生きる私たちにとっての希望の象徴。何度もボロボロになりながらも立ち上がり戦うスーパーマンの勇気と決断に誰もが共感。この夏はスーパーマン映画館で全身で体感しよう。我らがジェームズ・ガン監督のスーパーマンがいよいよ、公開中ですね。もう今公開中ですね。なので、大ヒット公開中ということで。なので、まあもうネタバレ OK ということで。そうですね。どうでしたスーパーマン？僕は、スーパーマンってもちろんね。まあもちろんね。最初のやっぱりスーパーマン、クリストファー・ウォーケンじゃなくて、クリストファー・リーブの方ですね。の時のショック、まあすごい映画を見たっていうショックがあって。当時ですか？はい、もう子供の頃、まさに劇場に行って、小学生の頃ですよ。いや、本当にもうびっくりして。すごい、もうスーパーマンってもうなんていうんですか、もうスーパーヒーローっていうものを見たのも初めてですし、ハリウッド映画の映像の凄さというか、まあ、スターウォーズもその前にありましたけども、だからそれを食らったやっぱ世代なんですよね。そこからすると、やっぱり多分ジェームズも同じような感覚で多分ずっとね、スーパーヒーロー。世代的には近い。近い、まあちょっと下ですけども近いと思うんですけども、もっと等身大というか、僕たちのスーパーマンだなというのがすごくは感じましたね。宇宙から来た異星人であるスーパーマンよりももっと同じ設定ね、もちろんなんですけども、もっと近い僕らの隣にいるスーパーマンというクラークケントっていう存在で描いてるのが今の時代をちゃんと反映してるなっていうのは感じましたよね。とにかくウルトラマンと同じで、スーパーマンってもう僕らが生まれた瞬間にはもう、スーパーマンっていうヒーローっていて、それがもう、なんていうんですか、ヒーローの象徴みたいな人として、でもテレビでも何度もやったし、まあ僕は正直当時は映画館行ってないので、テレビでしか見てないですけど、もうスーパーマンっていうもうもはやこう、なんていうんですかね、ちょっとギャグになってしまうぐらいの正義のヒーローみたいな人だったから、そうですね。それをこの時代にまたスーパーマンとして描くっていうのはどうなのかなとは思ったんですけど、まあ見事に今の現代のそのヒーロー像もあり、今の時代にも合わせてるっていう意味ではすごくバランスのいい映画だなと思いました。やっぱりストーリーが上手だなっていうのは、いや面白く、だから僕らの知ってるスーパーマン、何度もこすられたスーパーマンなんだけども、新しい映画としてすごく魅力的でしたし、ちゃんと時代のなんというかキーワードというか象徴というか、まあなんというか皮肉も含めたのが入ってて、思ったのがやっぱりダークナイトとかって、あの時期のアメリカの何かこう象徴みたいな感じで言われたりとかしてたけど、それと同じように象徴みたいなんだけど、全体的に明るさがあるのがやっぱりバットマンとスーパーマンの違いというか、そこありますね。すごくそれをよくここまでストレートに今描けたなというのもちょっと思ったし、カラッとしてましたし、あとなんかやっぱりあれですよね、ジャスティスリーグ的な部分をもうちゃんと今から入れてましたよね。要は味方のスーパーヒーロー何人かいましたし、いややっぱり初っ端からスーパーマンがもう負けてるじゃないですか。いきなりね。あれって大体2か3でやるんですよね。普通はね。そのね、
手口を先にそうですねもうやってるっていうのが、もうテンポも速いし。落ちるスーパーマンっていうね。はいはいはい。あれちょっとね。そう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 。ヤクザが落ちてきたのかなと思いましたけどね。確かに。本当だ。ヤクザじゃなくてスーパーマン、スーパーマンが落ちてきてね。そうそうそう。確かに。いきなりね、そこから始まるっていう。あのテンポの良さもやっぱり今の感じがするなという。しますね。もしかしたら前の下りを昔の映画だったらそれだけで30分描いてそうそう、描いてます。そう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 。あと、SNS でもよくあった、ジェームズが発言してたんですけども、やっぱ必要のない下りみたいなもの、もう今更説明する必要のないっていうところで言うと、例えばバットマンだと、ブルース・ウェインが殺された、両親が殺されたシーンだったりとか、あとクリプト星から旅立つシーンとかっていうのはもう今の時代多分描く必要ないんじゃないかっていうので、そこ見事にもう活躍してるじゃないですか。そうですね。もうある世界というか。そう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 。もう日常にヒーローがいて、日常にああいう状態があってっていう、存在しない世界の話だけど、一応リアルな話みたいになってるじゃないですか。そういうとこに馴染むように当たり前のようにいるっていうことって、なんか描こうと思えばいかにも描けることをね、うまくはしょってやってるなという感じをすごいしましたね。ストーリーが早いですよね。早いですよね。今の時代のテンポだなっていうのもありますし。で、この後ね、だからスーパーガール出ましたね。スーパーガールにもつながってきますし、グリーンランタンもやるんですよ、確か。なんかね、その DC のユニバースがね、始まるという。始まってたのか、今までもあって、なんかちょっと資料とか見たら、2013年ぐらいから始まってたけど、そこにジェームス・ガンが、だからピースメーカー、テレビシリーズ。これちょっと見てないんであれなんですけど、そのピースメーカーからスーパーマンでまたさらに次のピースメーカー2が発表されて、でスーパーガールとかってつながっていく、だから新しいそのサーガが始まるっていうのは、このスーパーマンの映画の中にいっぱいこう散りばめられてるということなので、とりあえずここはね見とかないと今後につながらないなっていう感じはねすごいありますよ。そうそう、そこがねリセットをかけて、またジェームズの作ろうとしてる DC が見れるので、またねちょっと面白いというか、楽しみが増えた感じですよ。多分ね普通の変化球じゃないと思うんですよ。ですよね。そう思うと、スーパーガールが楽しみでしょうがないですよ。どんな作品になるんだろうっていうね。なんかコミックだととんでもない。映画一回ね、その80年代に映画化されて。僕見てないんです。そうですか。要は、今回の映画でも書かれてますけど、ちょっとビッチ感あるじゃないですか。ありますね。スーパー、いとこですよね。スーパーマンのいとこで。いとこのスーパーガールが、ちょっとなんかとんでもない感じのキャラで出てきたじゃないですか。そういうちょっとおてんばみたいな。そうそう、気まぐれで星潰すような子らしいですよね。そういうので、80年代は、それが、いわゆるこう、ハイスクールムービー的な映画としてやられてて、これあれですけど、今ここで話しても、今見てる人に誰も通じないんですと思いますが、日曜洋画劇場版では石川秀美さんが声をやってるんですよ。これ話題になったんです。これなかなか多分セル版ではね。もう全く、しかもあと今の人には誰も響かないというような、アイドル映画だったんですよ。その当時は。完全ティーン映画ですね。今回だからそれが今の現代で、そのいわゆるスクワットとかを経由して、ああいう女の子が出てくるのはどういう感じなのかなっていうのはちょっとね、興味ありますよね。また面白くなりそうですね。ちょうど主演の彼女、ちょっと名前すみません、今話す。ネットフリのなんか映画があったんですよ。そのたまたま出てて、タイトルもちょっと忘れちゃったんですけど。全部曖昧ですけどね。でも話題になってたやつ。調べればわかりますかね、今。青年かな。本当ですか。で、生きのいい女優さんだなと思ったら、スーパーガールだ、この子と思って。いい流れで見た。いい流れで見たなって。どうだろうか、そう、スーパーガールとか、ピースメーカーも劇中に出てきてて。そう。で、スーパーマンをこう、馬鹿にするという。スーパーマンがね、一時期こう、ちょっと今回の本編の中で、スーパーマンがいろいろ危うい立場になるんですよね。そうですね、その危うい立場のね。今回の作品って、フェイクニュースの話ですよね、これね。SNS でどんどん広がるこう噂話と、フェイクニュースにスーパーマンが戦うっていう話じゃないですか。そういうことだ。ですよね。そうですね。
そうだ。それってもう完全に今の時代ですよ。じゃないですか。対政府じゃないから、はいはい、まああれだけど、うん、その対企業じゃないですか、ね。はいはい、対企業で。対企業だけど、うん、なかなかギリギリのとこ行ってるなとは言ってますね。本当だ、フェイクニュース、だから、猿の、サルボット、まあそう、サルボットね。サルボットとか、すごいサルボットってのは正しいのかな。はい、サルがボットですね。そう、サルがボット、そうそう。ね、なかなかですね。あれがもう武器になる時代じゃないですか。これまでのね、だから、スーパーヒーロー、じゃ戦ってこなかった相手と、戦ったんですよ。戦うわけじゃないですか。ね。実際勝ったのかどうか微妙じゃないですか。そうですよ。そう。あれに対して戦い方はもちろん大元を壊すわけだからあれだけど、果たしてあれでね、まあ結局おそらくですけど、脈々と一部反スーパーマン派がネット上にはずっと存在してて多分消えないっていうことですよ。そうですよね。あれは消しきれないことなので。ですよね。それを、いわゆるこうなんていうか、脈々と続く、きっとこれからもずっと続くそういうちょっとカルト的な。ね、多分そのスーパーマンの今の現状は継続していくわけですよね。昔のスーパーマンだったら、それこそ、クリストファー・リーブの頃だと、すっごい回転して、地球を逆回転させて、時間戻したじゃないですか。ああいう禁じ手を使わないんですよ。そういうのは使えないです。使えないですよね。それは使えないですよね。あれ、当時ビビりましたよね。すげえ、時間戻るんだ。それは、だからあれですよね、三池監督のデッドアライブで最後地球割っちゃうのと同じぐらいの、ね。同じような、禁じ手みたいな。はい。スーパーマンってすげえなと思って、時間で戻るんだって思いましたけどね。地球回転か、逆回転したら、戻るんですね。でも絶対戻んないですよね。今の。でね、杉江さん、ジェームズのスーパーって映画見たことあります？ないです。ないですか？スーパーっていうのがあるんですよ。で、これが、ジェームズがまだ、いわゆる DC だったり、マーベルのタイトルを作る前に、彼がスーパーヒーロー、話を映画で作ったんですよ、監督脚本で。でその時のスーパーから、まあ、本当になんと街のヒーロー、お父さんがヒーローになってくる話なんですよ。で悪と戦うんですけど、そのスーパーを作ったジェームズがスーパーマンに行ったんですよ。だからこれのストーリーもまたすごいなと思って、まあ本当インディーぐらいの、ね、作品なんですけど、小規模のそうですね。はい。まあでもフットルースのあの人が出てるんですよ。なんだっけまた忘れちゃった。フットルースといえばはい。ジョン・トラボルタ？それ違う。なんだっけ本当に忘れちゃった。本当忘れちゃった。やばい。フットルースといえば。メル・ギブソンじゃなくて。やばい、本当に忘れちゃった。僕らのね。今だってケニー・ロジャースが思い出した。ケニー・ロジャース出てきたんだ。主演が。ケニー・ロジャースは歌だったと思って。キアヌじゃない。マット。なんだっけやば。本当忘れちゃった。顔は浮かんでんだけど。顔浮かんでますよ。ケビン・ベーコン、そう。マジっすか？やばい。やばい。ケビン・ベーコンはあれなんですよ。なんだっけな、ガーディアン・オブ・ギャラクシーにも登場したりとかしていて、完全にケビン・ベーコン、もう、まあ、ちょっと時代の象徴ですからね。そう、それもあるんで、多分、ジェームズは好きだと思うんですよね。それもありますし、ジェームズ・ガーンの僕が一番好きなところは、プロレスラーを使うんですよ。で、今回はジョン・シナ。ピースメーカーの主役のジョン・シナ。ごめんなさい、僕存じ上げなかった。プロレスラーですか？ WWE のプロレスラー。まあ本当にトップレスラーなんですよ。で、まあ今回もね、ピースメーカーちょっと一瞬出てきますし。なんでまあプロレスファンは、みんなね、見た方がいい。見た方がいいし、ジェームズ・ガーンのこと大好きなんですよ。ピースメーカーも見た方がいいし、まあ今回ね、スーパーマン、ピースメーカー2って繋がっていきますよね。だから本当にバティスタもそうですし、やっぱりジェームズの映画出てから役者としてやっぱり成功してるんですよ。ジョン・シナも、まあいろいろ出てますけども、ね、ピースメーカー主役張って、で、まあ、なんだスーサイドスクワットにも出てるんですけども、多分ね、また役者としてもう一歩、こう上に行くので、なんかそういった意味で言うと、プロレスラーの人たちを、またこうトップ俳優にしていく。まあ、それこそね、今頂点にドゥエイン・ジョンソンっていう、ロック様がいるじゃないですか。まあ、だからそこにまたこう、みんなこうバーッと行くんですよね。そういう流れも作ってるなと思ってますね。
今後に注目ってことですね。いや、注目ですよ。そうそうそう。今回、ジェームス・ガン監督が言ってるんですけど、スタート、この映画が、スーパーマンが、今回の作品がスタートでも、その DC のコミックスの世界全部楽しめるように、一作目としてチョイスできるような作品作ったっていうこと。その過去のこと何も知らなくても、スーパーマンのこと何も知らなくても楽しめるっていうことを、コンセプトにしてるってことを書いているんですけど、まさに僕がそれで、そんなに世界観知らない中で、見たときに、そのまんまスッと入れたっていう意味では、相当その大人向けでもあるし、まあヒーローものとして十分楽しめる作品だなと思ったんで、スーパーマンっていうとやっぱりどうしても昔からのイメージが強いんですけど、一回リセットして、これからポンと見てもらうっていうのを、前回の新幹線大爆破みたいな、のと同じでもいいと思うんですけど、これを一作目として見るっていうので、過去に遡っていきたい人は行けばいいっていうような作品になるんじゃないかなと思って、すごくこれは楽しかったんで、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。でもそういった意味で言うと、本当あれですよね、ザック・スナイダーが、まあ、ある程度一つ前の、ね、DC ユニバースをこう背負ってましたけど、やっぱり複雑化するじゃないですか、ヒーローもたくさんいて。で、スッと入れないんですよね。今回ファミリームービーとして、多分子供と一緒に行っても多分楽しめる映画になってますし、この後多分ね、どのユニバースになっていくのかっていうのも、すごく楽しみですよね。今回はね、僕らで、スーパーマン紹介したじゃないですか。で次、スーパーガールやるときは、ちょっと深いところ、またテラサ・ホークさんと招聘して、ホークさんちょっとまた深いところ。そうですね。スーパーガールで深いところやるってのは面白いかもしれないですね。そうです、面白いですよ。確かに。ちょっとそれは面白いかもしれない。で、ホークさんのジェームス・ガン、ジェームスのことがどう思ってるのか、どう評価するのか、そこをちょっと聞いてみたいんですよね。なるほど。これからね、またジェームスの映画はね、僕ら追っかけていきたいと思うので。今後も注目ということですね。そうなんですよ。はい。今もメッセンジャー送っても、翌日には返してくるんですよ。おー、すごい。はい。いいなぁ。見てきたよって言ったら、ありがとう、センキューみたいな感じ。おー、すごい。そう。だからね、こんな立場なのに、もう10年以上前の、うちの仕事をした人間ですよ、僕なんて。それでもちゃんと彼を返してくれるんです。じゃあ丁寧に。本当に選ぶらない。いい人だなと思って。大事。そう。そう。だから、ぜひ皆さんジェームス・ガン、めちゃめちゃいいやつなので、めちゃめちゃいいやつが作った映画は絶対面白いんで。面白いですね。ぜひ見てほしいなと思ってますね。次回どうしますかね。次回どうしましょうか。一つ提案があります。はい。関さん知ってるかな？いや、知らないかな。鬼滅の刃。マジで？無限上編。本当に？第一章、赤座祭壇。行きますか？関さんは、鬼滅はどうなんですか？テレビは見てますよ。ああ、テレビ見てますね。わかりました。映画は、見てないです、今回。見てないです。はい。てか見たんですか？僕見ました。見たの？見ました。本当ですか？見ました。我慢できずに。最後まで原作は読んでるんですか？読んでます。ああ、なるほど。僕全部もうネタバレしてるんですけど、それでも見たいんですよ。なぜなのか。それを、ね。そうですよ。僕は、実は漫画最後まで読んでないんです。ただ、うちはもう家族みんな漫画も読んでるし、なんなら小説のなんか外伝みたいなのも読んでるし、家ではもうほぼネタバレ状態なんですけど。そっち系ですね。なんですけど、オキテポルシェさんですら、無限列車編で泣いてるって言ってるぐらいだから。そうです、僕も。泣いちゃうって言ってたから。僕も火事の里編はちょっとやっぱ火事の里も素晴らしいですね。あれもちょっと泣きました。ちょっと待ってやめましょう、これ以上。そうですね。わかりました。了解です。じゃあちょっと見ます、じゃあ劇場行って。そうですね、ぜひ見てください。わかりました。では、次回の作品でお会いいたしましょう。いやー。